お絵かきしてたらなんかできてしまったのだ。名前は物体 X にでもしとこう。物体 X はどこ見てるんだろう。うつむいちゃってるよな。正面を見るようにできないかな。ヤギに電流走る。ミカの大将に作ってもらおう。早速召喚なのだ。こんにちは、ミカの大将。ちょっとフリーキャドで相談があるのだ。おう、ずんだもん。フリーキャドの相談とは粋だな。どんなことでも聞いてくれよ。俺が力になれる限りがツンと答えるぜ。何について困ってるんだい？外部ツールで作った 3D モデルをフリーキャドにインポートしたのだ。フリーキャドで見てみると 3D モデルが下をうつむいているように表示されているのだ。3D モデルの向きが正面を向くような仕組みを作ってほしいのだ。例えば、この 3D モデルの頂点全体から中心を算出して、その中心を軸として回転させたグローバル場所の XY、XZ、Y 陣に合わせるように向きを調整したいのだ。お、ずんだもん。なるほど、面白いチャレンジだぜ。フリーキャドでモデルの向きを調整する Python スクリプトを用意するぜ。このスクリプトは選択した物体 X001 の最初の3つの頂点を使用して基準面を計算し、モデルをグローバル XY 平面に整列させるぜ。大将、ありがとうなのだ。ちゃんとうまく動いたのだ。また今度何かあったら手伝ってほしいのだ。おう、ずんだもん。うまく動いて何よりだぜ。俺も役に立てて嬉しいぜ。また困ったことがあればいつでも声をかけてくれよ。待ってるぜ。ガハハ。やっぱミカの大将はすごいな。お願いするだけでツールができてしまったのだ。たださすがにお願いのやりとりが多すぎて疲れたのだ。パトラッシュ、僕は疲れたんだ。なんだかとても眠いんだ。はい、ずんだもんは寝てしまったのですが、ウプ主は寝てなくてやばいです。フィットビットっていうスマートウォッチはご存知ですか？健康状態を見れる腕時計なんですが、睡眠状態も測れます。で、睡眠情報を医者に見せたらめちゃ怒られました。専門の病院に転院しなさいだそうです。別件の病気もあって手術するように言われてたりします。動画作成がかなり負担になっていますので、投稿頻度を下げたいと思います。 YouTube をやめるわけではないですがご了承ください。それにしてもフィットビットすごいです。これで病気を判断するわけじゃないけど結構参考にできると医者が言ってました。健康診断である程度は分かりますが、普段の睡眠状況とか運動状態とかチェックした方がいいです。在宅ワークの方はその辺おろそかになると思いますので、自分の健康は自分でしっかり管理しましょう。当動画と全く関係ない話ですが、フィットビットおすすめです。さて、話がそれまくりましたが、今回はコパイロットを使って自分専用のフリーキャドツールを作ってみようというお話です。で、そういう趣旨なのですが、特に説明することがないのです。コパイロットにフリーキャドでツールを作る手伝いをしてほしいです。コパイロットへ指示を出すとき、どういうことに注意すればよいですかと尋ねてみましょう。1、具体的に説明する。2、操作対象を示す。3、手順を整理する。4、エラーについて伝える。だそうです。ぶっちゃけこれが全てです。どういうものを作りたいか伝えれば勝手に提案してくれます。ツールの実行方法や使い方も説明してくれます。エラーでコパイロットが悩んでトライアンドエラーを始めたらアプローチの方法を指示してあげてください。技術的に簡単なものなら瞬殺で作ってくれます。かゆいところに手が届かないときはツールを作ってもらう時代です。興味はないかもしれませんが、プログラミングなしで自分専用のツールが作れてしまいます。わざわざ有料の AI ツール使わなくてもアイディア次第で無料の AI チャットでも十分いろんなことができます。
ぜひ試してみてください。ということで今回の動画の本題はこれで終わりです。と言われてもこれ以上説明することがないのです。 AI に聞けば答えが返ってきます。つまずいたらとりあえず AI に聞いてみましょう。では冒頭のずんだもんの茶番は何だったのかと思われそうなので一応解説します。コパイロットだけで作ってみたツールとなります。概要欄にリンク貼っときます。ウプ主はコパイロットが迷宮にはまった時に方針変更を促したり部分的に作り直ししたところを差し替えたりしただけです。念押しですがウプ主は一切の責任を負いません。わからないところはコパイロットに聞いてください。こんなのが作れますというサンプルだと思ってください。ツールの内容ですがモデルの位置や向きを調整するというものです。ではマクロの実行方法から説明していきましょう。メニューバーのマクロからマクロを選択してください。マクロの実行という画面が表示されます。ユーザーマクロの保存先のところにフォルダパスが記載されています。そのフォルダへ概要欄のマクロファイルを保存してください。マクロの実行画面をもう一回開き直すと保存したマクロが一覧に表示されるはずです。では実行ボタンを謳歌しましょう。右側にオブジェクト中心位置と基準面調整というドッキングフォームが表示されます。これが今回作ってみたというかコパイロットに作ってもらったツールです。パートワークベンチで使うことを想定しています。では描画スタイルアイコンをフラットラインに変更してください。ワイヤーフレームも一緒に描画されます。これでとりあえずツールが使える状態となりました。さて全体的な機能の説明ですがまずはオブジェクトの向きの変更です。カメラ座標系は正面から見ているのにうつむいちゃってますよね。する機能に XY 平面に合わせるボタンを謳歌することで正面を見るように修正できます。ではどうやってオブジェクトの向きを認識させているかというとオブジェクトの水平平面である3つの頂点を選択することで放線方向を確定します。コントロールキーを謳歌しながら頂点を3つ選択してください。点を選択すると選択した頂点がリストに表示されます。この3点からオブジェクトの基準平面と放線方向が決定されます。では XY 平面に合わせるボタンを謳歌してください。オブジェクトの基準面がグローバルの上面へ向いたことがわかると思います。前面に向けたければ XZ 平面に合わせるボタン、側面に向けたければ YZ 平面に合わせるボタンで修正できます。ここでオブジェクトがひっくり返ってますよね。ひっくり返らないようにプログラムコードを修正できるのですが時間がなかったので別の方法で対応します。微調整ボタンを謳歌すると入力した角度分回転します。またこんな感じで反対側を向いてしまう場合があります。こんな時は YRP 回転で4ピッチロールでオイラー角を指定することで回転を調整できます。プレースメント項目とかで使われているクォータニオンよりは直感的で分かりやすいと思います。それからこのオブジェクトの中心座標を決定する機能があります。スケッチの画面で見てみると分かりやすいですがオブジェクトの中心がグローバル座標の中心からずれてますよね。オブジェクトを選択した状態で重心位置を原点に移動ボタンを謳歌してください。オブジェクトの頂点の平均を算出して重心位置とします。算出した重心位置をグローバル座標の原点に合わせます。分かりやすいようにスケッチ画面にしてみます。あくまで頂点の平均を中心としますのでど真ん中にはなりません。疑似重心位置と思ってください。大まかにグローバル座標系の中心になっていることがわかると思います。では今度は特定の位置を中心としてみます。右目の頂点を中心にしてみましょう。右目の頂点を選択して選択した頂点を基準に原点へ移動をクリックしてください。スケッチ画面で見てみると右目の選択した位置がグローバル座標の中心位置となっていることがわかります。ツールの説明はざっくりこんな感じです。当動画はこのツールが使えるかどうかの話ではなく自分が必要だと思った機能をサクッと作れるようになろうという趣旨です。現状では AI だけで作ろうとするとどうしてもバグが出ます。実務でそのまま使うレベルには達していませんが自分専用のツールですので自分自身がバグを把握していればいいだけです。個人的に使う分には十分ですね。
今回のツールもパッと見ではちゃんと作られてますが、エラーチェックは甘いしバグはあると思います。まだまだ AI は発展していくと思いますので、人が確認しなくてもしっかりしたコードが書けるようになるのではないでしょうか。今後の未来に期待ですね。ちなみにコパイロットはフリーCADの謎動作に結構ハマってました。光線ベクトルは算出できているのに逆ベクトルにするとなぜか動きがおかしくなる。外積で絶対にゼロベクトルにならない条件でゼロベクトルエラーになる。ウプ主もなんでこうなると思うところがいろいろありました。 AI が一番混乱していたのは頂点ごとに回転を行っているのにプレースメントの値が変わってしまうところです。オブジェクトの頂点群を回転してるのになぜかオブジェクト自体のプレースメント値を逆計算してセットしているのです。これに関してはコパイロットはこういう動きなら別の方針に切り替えようと判断してましたが、ジェミニに聞いたらバグに違いないと言ってました。ジェミニは割とバグだと判断することが多い気がします。最近は質問攻めにすると私の手には負えないようですと言ってギブアップ宣言するようになりました。なんか人間っぽくて面白いですよね。ということでこんな機能が欲しいと思ったら AI と一緒に作ってみましょう。さらに可能であれば作ったツールを公開してみてください。いろんな人のスキルアップにつながると思います。フリーCADの内部処理で結構不思議な動きが見られます。そういう情報も共有できればより深く理解できるようになると思います。ということで何にも共有できないウプ主は YouTube は続けますが動画の投稿頻度は落とします。ご了承ください。ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。